皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、国会議員のポケットマネーとして使われているんではないかと言われている文書交通費100万円が大きな話題となっています。この話題となっているのは、10月31日に総選挙の開票日がありました。この時は、誰が衆議院議員になるかというのは開票してみなければわからない状態でしたから、誰もが政治活動を正式に行えるような状態ではありませんでした。しかし、制度上においては、投票が締め切られた時点で投票数というものはそこで確定しているわけです。ですから、開票がどれだけかかったかといったことを一旦横に置いといて、すでに投票が締め切られた時点で衆議院議員に誰がなるかというのは基本的には決まっていた。そのような考え方からして、衆議院議員になったという人については、文書交通費月額100万円を満額で皆さんに支給しますよということが実施されました。先ほども述べたように選挙においては、誰が選挙に受かるかわからない状態ですから、実質的にこの100万円というのは何もしていなくても全員に配られたようなものです。これがあまりにもおかしいとして話題になっているのですが、じゃあこれを正そうという動きになった時に、与野党の足並みが全く揃わないということが非常に大きな問題となっています。この問題を提起したのは日本維新の会というのも、これまた一つ足並みが揃わない原因となっているようです。それでは一体何が起こっているか、まずはニュースから見ていきましょう。文書通信交通費10月分100万円徴収して寄付、日本維新の会。日本維新の会の松井代表は、先月の衆院選で当選した党所属議員に対して衆議院から支払われる10月分の文書通信交通滞在費100万円を党で集める方針を明らかにした。集めた文書通信交通滞在費は、被災地やコロナ禍で苦しむ人々の支援策に充てるよう寄付するという。衆議院の担当者によると、文書通信交通滞在費は1ヶ月あたり100万円、1日でも在職すれば100万円全額が支払われる仕組みで、先月31日の衆院選で当選した議員にはすでに支払われたという。文書通信交通滞在費を戻すことは法規上想定されていないので、返納は行われていないとする。松井氏は15日、記者団の取材に対し、初当選の議員からは全額、先月14日の解散時まで現職だった議員からは使用額を除いて集めると説明。経費などに使っていない分を返せないのがそもそもおかしい。永田町の常識は世間とかけ離れているとし、文書通信交通滞在費のあり方を見直すべきだと主張。未使用分を返納できるようにする法案の国会提出を目指す考えを示した。維新のこうした主張に対して同調する動きを見せているのが国民民主党です。文通費問題で国民玉木代表が協議を指示。立法府の一員として申し訳ない。衆院選で初当選した新人議員が10月は在職1日で満額100万円の文通費を支給されたことについて、国民民主の玉木代表は、日割りでの支給を可能にするため、与野党で協議を進めるよう、同党の国対委員長に指示したと明らかにした。玉木氏は自身のツイッターで、たった1日の勤務でも1ヶ月分丸取りできる問題点は、これまでも指摘されてきたと説明。制度改正できず維持してきたことは、立法府の一員として大変申し訳なく思うと陳謝した。文書滞在交通費が問題ですよという指摘されるのは別に今回が初めてではありません。以前からも何度となくいろんな評論家やいろんな政策通の人たちがこれは問題だと指摘してきた問題です。ところがこれまで全く改正されてきませんでした。それはなぜでしょうか。基本的にはこのお金というものがあまりにも国会議員に対して非常に使いやすいお金だったからです。文書交通滞在費とは言いつつも、それがどんな風に使われているか全く公開する義務がないのです。ですから支払われるものであれば全く受け取ることに抵抗感を示さない議員たちの方が圧倒的に多かったわけです。この制度を改正するということは使い勝手のいい収入が減るということであり、そのような自分の首を絞めるようなことをしたくない議員の方が圧倒的に多かったわけです。これは明らかに間違いでしょう。ですが今回多くの人たちの関心を集めたのはあまりにもおかしいというのが非常に分かりやすい例となったからです。10月月末たった1日議員としての在職期間があることを理由として月の満額100万円がポーンと支払われてしまう。このようなおかしなことを聞いて、そりゃひどいもんだと声を上げるのは誰もが同じことでしょう。しかも今自民党公明党においてはみんなに給付金を支払いますよ、でもどうやろうかといったことを詰めている段階です。
10万円をどうしようかなという話をしている横において100万円がポーンと支払われるわけですから、この対比というものがあまりにもひどいものとして映るのは当然のことでしょう。ですから今回の文書交通費についての改正ポイントというのは、まず第一に日割りできないのであれば日割りできるようにする。また第2のポイントとしては、今だと余ったお金を返納することはルール上できませんよとなっていることをできるようにする。余ったんだったらちゃんと国に返しなさいよということをルール化するということ。そして第3のポイントとしては、何に使ったか必ず公開するといったことを決めた上で、何に使ったら良いのか何に使ったらダメなのかを明確化することです。このような改正を積み重ねていけば、少なくとも多くの人たちにとってはおかしな使い方をしている議員については目を光らせることができるようになるわけですから、改正すべき話であることは間違いありません。しかし今回の話の問題点というのは、そうした意味において国民から見ればこの問題はひどいもんだ、だったらさっさと直せよという声に対してみんなの声が統一されていないことです。今回日本維新の会がこの問題を提案しているわけですが、これに連携する動きというのは今のところ国民民主党からしか出ていません。普段であれば政権与党を攻撃することに命を懸けているような人たちというものも、この話題についてはなぜかだんまりを決め込んでいるように見えます。立憲民主党であれば、今枝野さんが辞めた後、一体誰が党首になるかといったことに、いわば党内でのごたごたの最中であり、なかなかこの問題に反応できる余地がないと言えます。一方において共産党などは政党助成交付金について趣旨に賛同できないことから受け取らないようなどといった具合にして、基本的にはこのような問題に対して非常に敏感に反応できるはずなのに、今回の話に乗ってくる様子が今のところないというのも非常に奇妙なように見えます。その他の野党からは、地域政党維新の会が一体何をやってきたのかといった問題を提起することによって、令和などは維新の会がそのようなことを言うような資格はないという理論を振りかざして、この法案に賛同する意思というものを今のところ見せていません。そして自民党公明党は今のところこの問題に対しては黙殺するのではないかという感じになっています。自民党公明党というのはそれこそ政権をずっと取ってきたわけですから、これが問題だとして改正しようと思えばずっと改正することができた立場だったわけです。しかし今までやってきませんでした。それは自分たちにとって非常に良いお金としてずっと懐に入れることに何の違和感もなく、そして国民からも批判の声がなかなか上がらないということにあぐらはかいていたし、今回もまた野党の声がどれだけあろうとも無視し続けようという魂胆なのかもしれません。国民の誰もが聞けばこれは問題だね、改正すべきだねというものを放っておくような与党といったものは、当然のようにこの後ボディーブローのようにあの問題を解決できない党がなんで大きな問題を解決できるのかといった具合にして、政策に対する信頼度を高めることができないことになります。そして本来であれば政権を批判すべきである野党が、維新の会がこれを言い出したんだからこの問題を解決することができれば維新のポイントになってしまうから手伝うことができないみたいな、そんなつまらない話で賛同できないのであれば野党の方も猛省すべきでしょう。誰の手柄になるとかそういったことを抜きにして国民のために政治を行わなければならない、そんな基本的なことを忘れているのであれば、与党であろうと野党であろうと議員としての資格、その最初の一歩を踏み間違えていることを今の政治家は自覚すべきです。皆さんは今回の話題についてどのようなことを思うでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。